私は墓地の手前にある苗畑の左側から入って、両方に楓を植え付けた広い道を奥の方へ進んでいった。するとその外れに見える茶店の中から先生らしい人がふいと出てきた。私はその人の眼鏡の縁が火に光るまで近く寄っていった。そうして出し抜けに、先生と大きな声をかけた。先生は突然立ち止まって私の顔を見た。どうして？どうして？先生は同じ言葉を2遍繰り返した。その言葉は深感とした昼のうちに異様な調子を持って繰り返された。私は急に何とも答えられなくなった。私の後をつけてきたのですか？どうして？先生の態度はむしろ落ち着いていた。声はむしろ沈んでいた。けれどもその表情のうちにははっきり言えないような一種の曇りがあった。私は私がどうしてここへ来たかを先生に話した。誰の墓へ参りに行ったか、最後はその人の名を言いましたか？いいえ、そんなことは何もおっしゃいません。そうですか。そう。それは言うはずがありませんね。初めて会ったあなたに。言う必要はないんだから。先生はようやく特進したらしい様子であった。しかし、私にはその意味がまるでわからなかった。先生と私は通りへ出ようとして墓の間を抜けた。イサベラ何々の墓だの、神木ロギンの墓だのという傍らに、一切主上司通仏性と書いた塔婆などが立ててあった。全権行進何々というのもあった。私はアンドレと彫り付けた小さい墓の前で、これは何と読むんでしょうと先生に聞いた。アンドレとでも読ませるつもりでしょうね。と言って先生は苦笑した。先生はこれらの墓標が表す人さまざまな様式に対して私ほどに滑稽もアイロニーも認めてないらしかった。私が丸い墓石だの、細長い御影の火だのを指してしきりにかれこれ言いたがるのを初めのうちは黙って聞いていたが、しまいに、あなたは死という事実をまだ真面目に考えたことがありませんねと言った。私は黙った。先生もそれぎり何とも言わなくなった。墓地の区切り目に大きなイチョウが一本空を隠すように立っていた。その下へ来たとき、先生は高い梢を見上げて、もう少しすると、きれいですよ。この木がすっかり紅葉して、ここいらの地面は金色の落ち葉でうずまるようになります。と言った。先生は月に一度ずつは必ずこの木の下を通るのであった。向こうの方で凸凹の地面を鳴らして神墓地を作っている男が桑の手を休めて私たちを見ていた。
私たちはそこから左へ切れてすぐ街道へ出た。これからどこへ行くというあてのない私はただ先生の歩く方へ歩いていった。先生はいつもより口数を聞かなかった。それでも私はさほどの窮屈を感じなかったので、ぶらぶら一緒に歩いていった。すぐお宅へお帰りですか？ええ、別に寄るところもありませんから。二人はまた黙って南の方へ坂を降りた。先生のお宅の墓地はあそこにあるんですか？と私がまた口を聞き出した。いいえ。どなたのお墓があるんですか？ご親類のお墓ですか？いいえ。先生はこれ以外に何も答えなかった。私もその話はそれぎりにして切り上げた。すると一丁ほど歩いた後で先生が不意にそこへ戻ってきた。あそこには私の友達の墓があるんです。お友達のお墓へ毎月お参りをなさるんですか？そうです。先生はその日これ以外を語らなかった。6、私はそれから時々先生を訪問するようになった。行くたびに先生は在宅であった。先生に会う度数が重なるにつれて、私はますます茂く先生の玄関へ足を運んだ。けれども先生の私に対する態度は、初めて挨拶をした時も懇意になったその後もあまり変わりはなかった。先生はいつも静かであった。ある時は静かすぎて寂しいくらいであった。私は最初から先生には近づきがたい不思議があるように思っていた。それでいてどうしても近づかなければいられないという感じがどこかに強く働いた。こういう感じを先生に対して持っていた者は多くの人のうちで、あるいは私だけかもしれない。しかしその私だけにはこの直感が後になって事実の上に証拠立てられたのだから、私は若々しいと言われても、馬鹿げていると笑われても、それを見越した自分の直覚をとにかく頼もしく、また嬉しく思っている。人間を愛しうる人、愛せずにはいられない人、それでいて自分の懐にいろうとする者を手を広げて
抱きしめることのできない人、これが先生であった。今言った通り、先生は始終静かであった。落ち着いていた。けれども時として変な曇りがその顔を横切ることがあった。窓に黒い鳥影が刺すように、刺すかと思うとすぐ消えるには消えたが、私が初めてその曇りを先生の眉間に認めたのは、雑司ヶ谷の墓地で不意に先生を呼びかけた時であった。私はその異様の瞬間に、今まで快く流れていた心臓の潮流をちょっと鈍らせた。しかしそれは単に一時の結態に過ぎなかった。私の心は5分と経たないうちに平素の弾力を回復した。私はそれぎり暗そうなこの雲の影を忘れてしまった。ゆくりなくまたそれを思い出させられたのは、小春の尽きるに間のないある晩のことであった。先生と話していた私は、ふと先生がわざわざ注意してくれたイチョウの大樹を目の前に思い浮かべた。勘定してみると、先生が毎月例として墓参に行く日がそれからちょうど3日目にあたっていた。その3日目は私の家業が昼で終える楽な日であった。私は先生に向かってこう言った。先生、雑司ヶ谷のイチョウはもう散ってしまったでしょうか。まだカラー坊主にはならないでしょう。先生はそう答えながら私の顔を見守った。そうしてそこからしばし目を離さなかった。私はすぐ言った。今度お墓参りにいらっしゃるときにお供をしてもようざんすか。私は先生と一緒にあそこいらが散歩してみたい。私は墓参りに行くんで散歩に行くんじゃないですよ。しかしついでに散歩をなすったらちょうどいいじゃありませんか。先生は何とも答えなかった。しばらくしてから、私のは本当の墓参りだけなんだからと言って、どこまでも墓参と散歩を切り離そうとするふうに見えた。私と行きたくない口実だかなんだか、私にはその時の先生がいかにも子供らしくて変に思われた。私は
なおと先へ出る気になった。じゃあお墓参りでもいいから一緒に連れて行ってください。私もお墓参りをしますから。実際私には墓参と散歩との区別がほとんど無意味のように思われたのである。すると先生の眉がちょっと曇った。目の内にも異様の光が出た。それは迷惑とも嫌悪とも畏怖とも片付けられないかすかな不安らしいものであった。私はたちまち雑司ヶ谷で先生と呼びかけた時の記憶を強く思い起こした。二つの表情は全く同じだったのである。私はと先生が言った。私はあなたに話すことのできないある理由があって人と一緒にあそこへ墓参りには行きたくないのです。自分の妻さえまだ連れて行ったことがないのです。